今日インタビュー再生して本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。先生の選手の時代の動画はよく見て、先生の組み手は本当に最高と思います。ありがとうございます。もう実は先生はこんな何歳ぐらいに空手を始めましたか？私が空手を始めたのは高校生からなので15歳からですね。はい。何歳に試合の活動を始めましたか？試合に実際に出たのは空手を始めてから半年ぐらいすごいですよ。ですね。高校の空手クラブに所属していたので、空手を始めた割とすぐのタイミングでそういう試合が組まれていたので、だけど、自分としてはすごい一生懸命練習してたので、もう優勝するのかななんていうふうに思ってたんですけど、1回戦で負けてしまって、ですごく悔しくて、また練習に熱が入ったっていうところありますね。すぐチャンピオンになりたいと目指しましたか？でも空手を始めて最初はその試合自体がどんなものかっていうのもあんまりよく分からず、試合に何回も出ることによって、どうやったら勝てるのかとか、じゃあ勝つためにどんな練習をしたらいいのかっていうのが、少しずつ練習を積み重ねる中で分かってきたっていうところだと思うんですよね。もう最初はもう夢中で、そんな練習内容的にも、その勝つための練習っていうよりは基本やったり移動基本やったり型をやったりで組手をちょっとやるぐらいだったんで、はい。でもすごいですよ。15歳空手を始めて、もう 3年後もう大人試合に出て、それですごく長い選手のキャリアを持っていましたね。そうですね。やっぱり空手を始めたきっかけが、やっぱり上級生とのトラブルがあって、その時に殴られたりとか蹴られたりとかしたわけじゃないんですけど、そういう囲まれてなんか生意気だみたいなね、そういう年ならではのねありがちなことなんですけど、それでじゃあ高校に行ったら強くなりたいなと思って、空手を始めたっていうのがきっかけだったんで、その試合で勝つことと実際にそういう強くなるっていうのは少し自分の中でもかけ離れてた部分もあるんですけど、やっぱり強さの表現としてはやっぱり試合で勝たないと試合で負けてて本当は強いって言っても説得力もないし、じゃあまずしっかりそういう試合で勝てるようになりたいっていうふうに思いながら練習するようになっていったっていうのはありますね。はい。先生は何年ぐらい、先生の試合のキャリアは何年ぐらいでしたか？10年以上ですよね。そうですね。だいたい27ぐらいまでが、キャリアのピークで、試合自体は30歳ぐらいまで出てたんですよね。はい。でもトップレベル、全日本大会のトップに入るし、世界、大会でよく戦って、すごく長くで、このトップレベルで。そうですね。本当に日本の代表として活躍できるようになったのはでも大学を卒業してからなので、だから23ぐらいから4年ぐらい、ピークまで試合にチャレンジしてたっていう感じですね。その後は少しずつ自分の仕事とか、フィットネスクラブで空手道教室を展開するというのが自分の仕事だったので、そちらに少しずつ注力していった、空手道教室をやるっていうこともすごく自分には楽しいことだったので、選手活動は一旦ブラジルの世界大会WKF の世界大会が終わったぐらいで、
ちょっと気持ち的にも、一区切りついたような形でしたね。はい、日本語で、肉を切らして骨を切るとことわざを、空手の組手に関してよく使います。私は分かっている限り、できるだけもっと強く、危ない戦いに、でも入ってという意味で分かっています。でも先生はこんなことについてどう思いますか？だからその試合の時は、もう本当にね、シチュエーションによってはやられるかもしれないけどもう行くっていうね、攻撃をしていくっていう姿勢はすごく大切だと思うんですよね。そういう考え方というか、だけど練習の中ではね、やっぱりやられないようにして、やられないタイミングとか、やられない距離とか、やられない技の組み合わせとかっていうのを、もう本当になんかね、こう脳みそから湯気が出るぐらい考えて、でそれを練習で繰り返し、圧倒的にその勝てる形を考えて練習する。だけどその先にね、やっぱりそれだけでは対応できないこともあるだろうから、時にはそのね、やられるリスクを顧みず自分の攻撃を仕掛けていくっていう、心持ちが大切な時もあると思うんですよね。空手をもっと良くするために試合はいいことか悪いことと思いますか？それは試合はいいことだと思うんですけど、試合の限界もあるから、結局そのいわゆるさっきのね、その武術として、そういういわゆる試合だったら禁止されてる技があるわけじゃないですか。じゃあもう何でもやってもいいですよっていう試合ができるかっていうと当然できない。もう目つぶれちゃったら1回目つぶれちゃったらもう今直せないわけだから。ってことはその試合の限界もあるっていうのは、僕らももう試合にね、もうそれだけ参加して、試合のいいところももちろんあるし悪いところもよく分かってるから、試合でたまたまその、タイトルを取れたとしてもその全てができてるわけじゃないっていう限界もよく分かってるので、そういう意味ではその自分がやりたいものを選んでやってそれを極めたら、その先にまた見えることもあるでしょうし、ちょっと漠然としちゃうんですけど、で一番大切なことはやっぱりその、我々空手、空手道家だから、我々っていうかその僕なんかはそうありたいと思ってるんで、それを空手道を学んだことを自分の人生にどう生かして自分の人生が充実するかどうかを考えるっていうところだと思うんですよね。あと20年ぐらいかなが元気で動けるのは、その人生をどうね生かしていくかっていうのが大切っていうか、空手道、僕はそのスポーツでももちろんいいと思うし、でも僕は今空手道を学んでるから、空手道を学ぶことによってこんな素晴らしいことがあるよっていうのをもっと整理して、自分の中でも整理して、その生徒さんとか関わる方に紹介できたら、その人たちがねまたよりいいものにして伝えてってくれたらいいのかなっていうふうには思ってるんですよね。外国人の立場を考えると、この大学空手のシステムはちょっと分かりにくいですよね。全然違いますから、ちょっと大学の空手の稽古やこれはどういう風のシステムは話してくれませんか？そうですね、実際には僕は高校を卒業して拓殖大学っていう歴史と伝統のある、大学に進学したんですけど、僕が入る前にその、大学の空手部のトラブルがあって部自体は活動してなかったんですよ。
正式なクラブとしてですね。だけど、いろんな他の大学に行って、練習したりしていたので、そういう意味ではその試合で勝つとかっていうより本当になんかこう強くなりたいっていうね、なんかこう本当夢と現実が混ざっちゃってるような、でなんか達人になりたいみたいなね。でもそんな触らないでね人を吹っ飛ばせるっていうこともないなっていうのはこうだんだん分かってくるわけですけど、でもなんとなくそのイメージの中で本当に強くなりたいっていう憧れがあって、で当時部はなかったんですけど強い人たちが残ってこう他の大学に行って練習してるっていうのを聞いてたので、それだったらそこに強い人たちが集まってるとこに行って鍛えてもらったらいいかなっていう思いで拓殖大学に進学して、で、当時国士舘大学ですとか、大正大学、それから東京農業大学に出稽古、稽古に行って、大体、その他のクラブの練習に合わせて2時間とか3時間とか練習するような日々でしたね。はい。で週末に土曜日に1回ぐらいがその教会の本部で、教会の指導員とか研修生の先生と少し稽古つけてもらうようなこともありましたけど、はい。特に先生の試合の動画を見ると、先生はミラーで、よく戦いました、どういうふうにこのタクティックを見つけましたか？そうですね、僕はなんて言うんでしょう、やっぱり試合をやってると、どっちが速いとか、どっち取ってもおかしくないようなケースっていうのはいっぱいありますよね。でそれだとやっぱり確実には勝てないから、やっぱり確実に勝つ、確実にそのポイントを取るとかっていうためにはどういうふうにしたらいいのかなと。でしかも当時主に出てた大会っていうのはやっぱり一本勝負で、素手なわけじゃないですか。で素手でこうね取ったつもりで自分がこう入っていって、その後に、ポイントは取れるけど殴られたらやっぱり良くないっていう、殴られないけど、こっちは殴れるようなパターンっていうと、やっぱりそのミラーで構えて相手の外を取って自分の技を決めるっていうのがやっぱり一番安全であって一番こう強いパターンだなっていうのはちょっと当時からいろいろ試行錯誤する中で見つけていったっていうところでもありますね。そうですか。今はだいたいコーチか先生は、これをしなさい、と言います。でも特に若い選手たちはあんまり自分の、特に私は、試合で出た時に、自分の頭であんまり考えることがありません。だからそれが一つなんて言うんでしょう、僕にとってはすごく良かったんですよね、環境的にも。もし例えば拓殖大学の空手道部が、普通にあったら少し試行錯誤する機会っていうのは減ってたと思うんですよね。で高校の空手クラブもその指導者の先生が割と自由にやらせてくれる先生だったんで、で自分でいろいろ試行錯誤する機会が多かったのが、自分で考えて、どういう戦略戦術で試合をするかっていうのをすごくやっぱり考えた部分があるので、そういう経験が、やっぱり社会に出てビジネスをする時でもどういうふうにしたらね、規模を大きくできるかとか、よりいい仕事の、展開の仕方ができるかとか、やっぱり考えるっていう習慣が身についたので、それもすごく自分にとって良かったと思うんですよね。そうですね。先生の組手の動画を見ると、よく相手をノックダウンをしたり、一本を取りました。もうこんなに厳しい試合を見るときに、稽古も
こんなに厳しかったらよく経営がもらうかもしれません。まあ一つにはビデオはすごくいいとこだけ編集してくれてるんで、ね、試合でいい、ね、ところ以上にやっぱりいっぱい負けて、ね、負けてる経験が、まあ、その試合で生きてるっていうところもすごくあると思ってて、でやっぱりその若いその選手とかにいつも勝てるわけはやっぱりないので、ただそのいっぱい試合がある中で次につながる試合とか、絶対にここはその、ね、タイトルを取った方が自分にとっていいタイミングってやっぱりあると思うんですよね。いくつかこういっぱい大会がある中でも、だからそういうのをこうやっぱり計画を立てて逆算して、ここでその優勝するために例えばね3回試合があって、この一番こう形にしたい大会で優勝するために場合によってはここでね適度に負ける必要があるチャレンジしてみるとか、自分のその、練習してきた技を積極的に試すために、その大切な試合の前にそれを練習してみるとかっていうこともやっぱり大切だと思うんで、全部が勝たなきゃいけないって思っちゃうとやっぱりこうね、こう練習にならないところもあるから、だから普段の稽古で練習するっていうのはやっぱりこの大切な大会で優勝するために、じゃあここでねこういう練習をやる、練習をしたらその前のね少し小さい大会で試してみる、でうまくいったいかないっていうことをこう整理して、このね自分の目標に向けて努力していくっていうのは大切なのかなと思うんですよね。そうですよね、特に先生は負けについて話したときに、大体、まあ、選手はタイトルを取ったの後で、負けのことちょっと怖いですね。もうタイトルを持ってるので、守らなければならないという気持ちで、ちょっとまあタイトルを失うことの怖くて、もう硬くなります。先生はどういうふうに？そうですね、まあでもそういう経験もあって、やっぱり初めてその日本のタイトルをもうずっと取りたくて初めて取った後っていうのは、やっぱりそういうこう変なねやっぱりプライドっていうか、ね、負けられないみたいなね、だけどやっぱり自分の中でちゃんとできてることとね、例えば優勝したとしてもできてないことってやっぱり当然にあって、でそれにちゃんと気がついて、そのできてないことをこうできるようにしていくっていう作業ができれば、まあそのねこうなんだろう、そこを見つけて攻められた時に対応できると思うんですけど、だから、まあ、振り返ってみればその日本チャンピオンになったりとか大きいタイトルを取った後でも分かんなかったこともいっぱいあるし、あ、そうかと、ね、僕はこうミラーで構えることについてはある程度できてましたけど、じゃあ同じ構えでね構えた時に右前じゃなくて左前で構えた時に、その理屈とか、じゃあ距離をどうするとかタイミングをどうするとかね、じゃあ相手の攻撃に反撃してっていうのができたかっていうと全然できなかったんですよ。でやっぱり指導者としてそのね、じゃあ逆体はある意味スペシャリストだけど、じゃあ正体で構えた時にどういうふうにしたらじゃあ生徒が勝てるのかとか負けないのかとかっていうのを考えると、あんまり知らないなっていうのがあって、ここ数年間で自分の中でもある程度こう整理できて理解が進んだっていうのはありますよね。特に先生はたくさんの試合について話したと、今だいたい高校生や若い選手は毎週、例えば1ヶ月に3回か4回、試合で出ることは、まあ1年中試合で出るばっかりで、怪我もらうし、も
疲れたという気持ちをだいたい持っています。先生の意見では、このように本当にたくさんの試合は良い点か良くないことですか？だから何のために試合に出るのかとか、要はその本人の目標が何なのかっていうのがあって、例えばすごく大きいね、例えば高校だったら高校の日本一になるとか、中学だったら中学の日本一になるとかね、そのエリアのチャンピオンになるとかで、そのためにじゃあね、必要だから毎週そういう試合に出るっていうのはありかもしれないですよね。だけどその取り組み方っていうのが、目標が決まっていればね、さっきも言ったように適度に負けてもいいわけじゃないですか。自分の課題をクリアするために試合に出る、ね、今できない技を実際の試合で試すためにね、1周目の試合に出る、ね、たまたま1周の試合で出たらやっぱ通用しなかった、ね、2周目に出たらまず手応えがあった、ね、3周目にしたら結構ポイント取れるようになったと、ね、4周目にやったら強い相手にはちょっとやっぱねうまく決まらないなと。でなんで決まらないのかとか、そういうのをいろいろ考えながらやるんであれば、試合の経験も生きてくると思うし、ただがむしゃらにね、なんか試合に出てその時勝ったとかその時負けたじゃなくて、やっぱり勝った時よりも負けた時の方が自分の課題が明確になるから、その課題をクリアするためにはやっぱりいっぱい試合に出るっていうのも悪いことじゃないと思うんですよね。ただやっぱり僕なんかもやっぱりその年によって予選があって、この大会に、勝てないと次の大会に出れないとか、そのスケジュールがすごいハードな時とかがあったんですけど、その時はやっぱりあんまり試合があるときついなっていう思いはありましたね。この大会で頑張りたいっていうね目標があっただけに、予選で負けたらそれで終わりなんで、そういう精神的なプレッシャーみたいのもあるから、子どもたちにとって高校生とか、大学生ぐらいになると少しね、そういう心持ちっていうのはコントロールできる部分もあるんでしょうけど、小さい子どもたちにどう子どもの心のプレッシャーを軽くしながらね、試合に取り組ませるのかとか、だから指導者がある程度目標管理をしつつ、この子の目標がクリアするためには月に2回ぐらいでいいんじゃないかとか、いやいやもっと軽い感じで、もう試合自体も練習だから、全然勝ち負けじゃなくて課題がクリアできるかどうかのチェックをしていこうみたいな動機づけができれば、それ自体はどっちでもいいっていう考え方ですよね。先生はちょっと子どもの試合について、話したときに、例えば昔はみんなちょっと、高校生か大学の頃に空手を始めました。でも今は主に空手道場で子どもばっかりですよね。子供多いですね。大人のグループは子どものグループと比べて、少ないですね。でもこの状況で空手は全部でもっと若くになって、でも大人、この子どもたちは高校の頃に、試験の準備を始めて、よく空手をやめます。もう先生の、経験によると、どういうふうに社会人の生活に空手でもらった経験は、手伝いましたか？だから僕の場合はなんか大きい会社に入るとか、その国の、行政の中で働きたいとかっていうのは全くなかったから、ただ強くなりたいっていう気持ちだけだったので、だから大学を出た後も、そのフィットネスクラブの
スタッフとして働いて、で試合に参加できる状況を作ってたんですよね。だから例えば空手をやることによって将来的に自分がやりたいものは何なのか、これももう目的思考っていうか、目標があって自分はどんな人生を送りたいのかっていうのがあって、その中に空手がどう生きていくのかとか、空手で学んだことをどう生かしていくのかっていうことだと思うんですよね。だから大きい会社に入ってすごい予算を獲得してビッグプロジェクトを動かしていきたい、それがマイドリームだったら、やっぱりそういうところに入りやすい大学とか受験勉強も必要なんでしょうけど、それが自分の目標なんだったら、じゃあ空手の例えば日本なんかだと例えば中学とか高校とかで活躍すると、特に高校で活躍すると、もう普通の勉強でなかなか入れないような学校に推薦で入ることもできるケースもあるんですよ。だから選手活動が必ずしもマイナスにならないけど、逆に選手としてトップになってなければ高校で、大学で推薦では入れないから、それがリスキーといえば普通に勉強した方が入りやすいのか、空手を使って入るのかっていうこともいろいろ考えた上で、どういうプランを立てるのかっていうのが大切なのかなと思うんですよね。先生の意見では、空手を、システムとしてもっと良くにするためにどうすれば方がいいと思いますか？日本でも空手の指導者っていうと、なかなかすごく情熱をかけた割にお金を得ることっていうのは難しいので、だいたい空手の指導をする先生っていうのはなんか別の仕事をしてお金に余裕があって道場をやる先生なのか、だいたい学校の先生とか公務員とかになって自分の余裕のできた時間で子どもたちに教えるのかっていうパターン、大体どっちかだと思うんですよね。これはちょっと大変ですね。家族や他の、趣味の時間はあんまりありませんですね。そうだから先生自体がやっぱり自分の人生を空手の指導者として頑張りたいっていうと、もうそういう環境をまさに自分自身で作らなきゃいけないので、やっぱり週末も生徒のため、自分の目標のためでもあり使う。じゃあその時の家族はどうするんだとか、で昔の僕らの上の世代の先生たちっていうのはもう教えたいから、やっぱり家庭がちょっと犠牲になってるっていうか、自分の家族の面倒を見ず他の子供たちを見るとか、そうです、だからそれができた世代もあるけど、今はやっぱり自分の家族を犠牲にしてまで空手の指導を続けるっていうのが、昔に比べるとやっぱり少ないのかなと。でそういう意味では道場の月謝とかもちゃんと、昔は本当に道場の場所代ぐらいにしかならなかったけど、やっぱり強い生徒を育てて生徒に引率するだけでもやっぱりお金もかかるから、やっぱりもう少しちゃんと月謝を取ろうとか、そういう先生たちも増えましたね。特に今、コロナ禍でもたくさんの国では、コロナ時代に道場は閉まって、先生方にとって、ずっと空手を指導した先生方にとって大変な状況になりましたね。そうですね。道場が何年もできないような期間もありましたからね。そうです。ということで、普通、他の仕事と比べて、全力空手に、全力で空手で頑張った人にとって、この道は 100% の、成功の
ガランティーなどがありませんですね。だから逆に言うとじゃあ選手で頑張る先に、じゃあ40歳とか60歳の時にどういう自分の人生を送りたいのかっていうのを考えて取り組むっていうのが大切だと思うんですよね。で僕がそういう意味ではその選手時代にその選手の時に観光したいっていう思いがなかったんですよ。ね、選手で外国に行くだけど試合に行ってるから試合に 100% みたいな。でなんで例えば一緒に行ったメンバーとかでせっかくねフランスに来たんだからちょっとルーブル行きたいよねとか分からなくもないけどいやそれまたね社会人になってね選手終わってからも来たらいいじゃないですかって思ってたけど僕はその選手終わった後にそういう余裕のある人生を送りたいなっていうのもちょっと思ってたんですよね。だけどやっぱり普通の感覚だと、選手の活動が終わったらもう普通に働いて、生きていかなきゃいけないからそんなに来れないっていうのが普通だと思うんですけど、そういう意味ではちょっと変わってるのかもしれないですね。考え方とかが。多分これは先生の成功の秘密ですよね。選手として試合の以外にあんまりルーブルで行きませんでした。いやでもねそういう少し気持ちに余裕のある選手もやっぱり結果は出すわけですよ。だからいろんな人のスタイルがあると思うし、ただなんていうか僕は23歳の時に20年後の自分のプランっていうのを立てたんですよ。どういうふうになんかの本をそういういろんなねビジネス書とかでも将来の目標を立てて逆算して今何やるべきかみたいなでそういういろんな本読んでる中でそうかとね自分の20年先っていうと23歳ですから43歳の時にこういうような収入を得たいとかこういうような会社の中でポジションを作るとかそういう具体的な目標を立てる、それは空手の選手として頑張る中でもやっぱり何年後かにこのタイトルを取るとかっていうことを決めてだいたい1年後3年後5年後10年後20年後っていうのを立てたんですよね。だから最初23で24ぐらいである程度タイトルが取れるようになってきたんですけど、それと同時に自分の仕事のキャリアも作っていくっていうことは意識してやってましたね。これはすごいですよ。先生、この、今でも例えば若い人たちにこんな、プランを作るだけではなくて、このプランを事実にするためにどんな相談しますか？そうですね、いろいろ若い人とコミュニケーションを取る中で今だとやっぱりいろんな大会に出るためにもねより数もあるしお金もね海外に行ってお金もかかるし、だから逆に僕は早くからも自分の道場を持ってでそれも自分だけで教えるんじゃなくてで仲間にも協力してもらって後輩とかね、ある程度お金もねちゃんと払ってで自分の道場で100人200人集めれば自分の活動費って出るじゃないですか。ね、適正な月会費を取って、でそれを早くやった方がいいと思って進めますけど、なかなかやっぱりそこら辺理解できる選手が少ないし、なんて言うんでしょう、やっぱりそれを聞いて実際に形にするように動く人も少ないですよね。やっぱり僕なんかも27で会社を作ってでそこからフィットネスクラブの中に空手道教室を作るっていう仕事をスタートしましたけど、約10年結婚するまで
まあ基本的には休みの日ってないわけですよ。でも全然それが苦にならないし、自分が頑張ればね、そうやってこう業績も上がっていくから楽しくて、なんで休み取りたいのかなみたいな、そっちが逆に理解できないぐらいちょっとまあ変わってたのもあると思うんですけど、だからその若い時の方が比較的無理が効くと思うんで、大きい目標を作ってね、大きい目標に向けて若い時にしっかり頑張れば、その後割とその形ができてしまえば、まあ、そのこう形がね、こう一度100キロ出したらもうね、その後100キロでずっと出し続けるのって簡単だと思うんで、そういう感覚でその若いうちに頑張らないとね、なんか40、50、まあ50ぐらい、50歳ぐらいになってね、はい、じゃあもうこれもう少しね稼げるようになりたいって言っても、なかなかこうチャンスが来づらいっていう側面もあると思うんで、そうですね。選手活動をしながらね、1日に4時間5時間練習してもそれ以外の時間ってあるから、そこをどうね生かしていくか、本を読んだりとか、そのね自分のその、まあ、空手、で生きていくのか空手以外で生きていくのかって目標を決めて、そのための準備をね1日2時間でもすれば、やっぱり将来がこう大きく変わってくると思うんですよね。これは空手の以外でも素敵なアドバイスと思います。そうですね。まあ僕なんかはもう本当にその空手道をね、その選手としてやってきた経験の中で、やっぱり試行錯誤っていうか、まあ、ビジネスでもね PDCA サイクルを回すっていうね計画を立ててね、実際にやってみて、で修正してまたそれをこうね繰り返していくって、それは選手としても生きたし、そのビジネスを行う上でも同様にね、何でもかんでもうまくいくわけじゃないから、失敗したらそれをこう修正してまたチャレンジするっていうね、それはやっぱり空手の選手をやっぱり行ったことによって習慣化されたし、そのこういうふうにすればいいのかなっていう、こう基準にはなってますよね。はい。先生、ビジネスをするときに空手の経験は手伝いますか？もうその要は目標を立てて、それに向けてね、どんな要素が必要なのか考えて、で自分に足りないところをこう補っていく。でそれはその例えばビジネスでもね、法律を知らないと、税金のことを知らないとダメとかね、そのやり取りする、ね、クライアントとやり取りする上でクライアントにこう気持ちよくね、その契約してもらえるようにするためにはどうしたらいいかとか考えたりとかね、実際に試してみる。もちろんね、試合と一緒で最初からうまくいかないしね、国分さん大丈夫ですかみたいなね、こうちょっと僕もビジネス初心者の頃はそういう失敗もいっぱいしましたけど、やっぱりこう繰り返してね、それ修正していくことで形になっていくっていうのはね、すごい全く空手道のね、その試合と同じですよね、基本的に。例えば昨日のセミナーでは、先生80% の攻撃の 80% の自信がないときに入らなくて方がいいと言ったときに、私はもうこれを14歳の時、これを聞きたいという気持ちを持ってました。そうですね。だからその試合って本当にひらめく時もあるんですけど、今まで練習の中でね、そのやってなかったようなことをやってそれがうまくいく時もあるんですけど、基本的にはやっぱり練習してないことはできないから、ね、その相手が上段の逆突きでついてくるところをね、その流し受けで中段返すっていうのを練習でやってればできるけど、練習でやってなかったらできないわけですよね。だって当たり前の話なんですけど、でもそのいろんな自分の中でそのね、いろんな相手の攻撃を想定して、大きい人もいれば小さい人もいるし、ね、右前左前の人もいるし、蹴りが得意な人もいるし、いろんなその相手を想定して練習をしてきていれば、
いろんな、ね、ケースに対応できるけど、全然見たこともないようなね、なんか技をこうかけられてあってなることってやっぱりあるから、もうそれはもうしょうがないっていうか、それはもう負けても、そらね、こんな技食らったらこう勝てないだろうなっていうこともあろうかと思うんですけど、極力想定できるパターンをやっぱり練習しておく。しかもそれもなんかね、30分1時間で俺はもう練習したっていうレベルでは対応できないわけですよね。やっぱり1日にね3時間4時間やって、いやまだまだねそういうこう想定しないケースがあるんじゃないかみたいな、ね、今だったらこうねビデオもいっぱいあるから、ね、ビデオを研究して、こんな技あるんだとか、こんなタイミングで技出してきたら、ね、ただ速いだけじゃなくてこうね、なんか蹴り来るのかなと思ったらね、来ないんだと思ったらパンとこう入れられるとかって、そんないろんなこう技の事例があるから、そういうものを研究していくっていうのもすごく今の選手だったらね、大切なんでしょうけど、私は日本の雑誌で先生の写真を見て、ちょっと記事を読んで、先生は空手のためにリフティングとフィジカルトレーニングについて話していました。でもこのテーマはまあまあ珍しいですね。僕の頃はあんまりその筋力トレーニングやるっていうのが、あんまりその日本の空手の選手の中では少なかったですね。今は割ともう当たり前にそのフィジカルのトレーニングとしてウエイトトレーニングを入れる、あとはパワー系のトレーニングを入れるっていうのがこう当たり前になってきましたけど、大体すごく年上の日本空手の先生を聞くときに、フィジカルトレーニングはどうですか、何をすれば方がいいという質問すると、ダメですよ、基本だけしたら全部できます、と聞くと、でも私の場合には基本だけで絶対、フィジカル面で何もできない。だからそういう意味では、その人と同じことやってたら同じにしかならないから、やっぱり自分の得意なもの、これはその空手でもそうだし、空手道でもそうだし、ビジネスでもね、他の会社と同じ商品しか扱ってなかったら、あと値段の安い方とかね、サービスのいい方にこうなるじゃないですか。そうじゃなくて、当時の僕としてはその試合で勝つっていうのも大切だったんですけど、本当になんかね、他の格闘技の選手と戦った時に、レスリングの選手なんかもうこんなね、ゴム人形みたいな体してるね、そういう人たちと同じぐらいのね人と戦う、もしくは大きい人と戦って、そんな勝てるのかなとかで、特に僕の世代はその極真空手の選手なんかもすごい活躍してて、テレビなんかでも見てて、こんな人たちと戦って勝てるのかなとか、ちょっと夢見がちなね、青年だったので、じゃあ少なくともね、やっぱりそういう極真の選手はね、300キロでスクワットやってるとかね、ベンチプレスもね当たり前に120キロなんてね、初心者レベルだよなんていう話を聞いてたので、じゃあね、自分もそれぐらいのレベルになったら少なくとも負けないのかなっていうふうにこう思って、こう強くなりたくて取り組んだっていうのはありますね。先生の意見では空手家のためにどんな、リフティングやフィジカルトレーニングは必要ですか？だからそのいわゆるウェイトトレーニングもその段階があると思うんですよ。で、基礎的なその例えばベンチプレスとかスクワットとか、これもその一般的ないわゆるアスリートがやるレベルのトレーニングをやって当たり前だと思うんですよね。で、そこにじゃあ空手の選手として大切な、プラスアルファとか、もしくはそのデメリットの部分を減らすようなこうトレーニングのこう取り組み方を
模索していくべきだと思うんですけど、そもそも空手のね選手とか先生がウエイトトレーニングやってないから分かってないわけですよね。で僕からしたら当たり前にね、いわゆるベンチプレスとかスクワットでもそのボディービル系とパワー系ではそのやり方が全然違うから、同じベンチプレスだけどフォームも違うし、そのね胸の筋肉だけで上げるっていうのがそのボディビルだけとかね、その狙った筋肉だけじゃなくて、例えばパワー系なんかだったら全身を使って上げるとか、そのこうなんていうか、同じウェイトトレーニングって言っても目的によってやっぱり取り組みが違うから、もっとそのね知らない人たちがいろいろ言うよりね、もうねスクワット別に300キロね、やってましたよ。だけど300キロってすごいです。いやでも僕もその、300は上がんなかったけど290ぐらいまでやってたんですよ。それでじゃあねやっぱウエイトはね、良くないねとか、あと逆にあんまりねそんなこう重いものを扱うよりね、120キロでね、100回できるね方がその筋肉のねコントロールが効くし、その競技にね、生きるんじゃないですかっていう人なんかもやっぱり中にはいるわけですよね。だからその指導者としてはやっぱりいろんなものを試してみて、いろんな考えがあるし、じゃあ目的は何なのか、ね、もちろんそのなんだろう、いわゆるね、一本勝負の試合、また例えば、WKF スタイルの試合によってそのトレーニングの仕方も違うだろうし、練習の仕方自体も違うだろうから、目的に合わせてこう、取り入れていくっていうのが必要だと思うんですよね。例えば、一本勝負の場合には、一週何回ぐらいウェイトトレーニングをすれば方がいいと思いますか？これも僕も今そのね若い頃は選手の頃は割とそのトレーニングの基本の書籍とか情報っていうのがボディービルの方に傾いてたっていうか、周りにボディービルダーが多かったからボディービル的なトレーニングが多かったんですよ。で今は自分でもまたねその若い頃ベンチプレスで145がマックスだったんですけど、その若い頃はボディービル系だったけど、やっぱりパワー系全身を使うトレーニングがあるんだなと。でそっちも経験しようっていうことで今そういうプログラムをやってるんですよね。で大体現役の頃上げてたのと同じぐらいの重さが扱えるようになってきたんで、ベンチではでちょっとスクワット系もちょっと同じようにパワー系のものを取り入れて、自分のその知識とか経験をブラッシュアップしてるとこなんですけど、今はね現役の頃に比べるとやっぱり現在で15キロぐらい重くなってるんで、これをちょっと落としながらパワーは同じかもう少し出るようにするっていうのが、今のチャレンジなんですけどね。でもどういうふうに先生は、力として、同じ選手の時代と同じレベル？それはそのなんかもちろん選手の時ピークでその後少しずつ下がってきてて、で一時期そんなにウェイトをやらない時期もあったんですよ。ちょっと違う柔軟性を重視するみたいな時もあって、だけどやっぱり身体がしっかりしてないと、そのね身体的なフィジカルが強くないと、その怪我をしたりできない技があったりとか、よりいい技をね体現するためにやっぱり体作りが大切だなっていうのをここ2年ぐらい強く思って、で同じ表面的には同じ重さとか、少しアップしてるわけですけど、内容的には似て、だからなんか今回もね月の練習をやりましたけど、同じ月だけど意味合いが全く違うわけですよね。
だから外から見て知らない人が見たら同じようにねついてるのに何ねなんか違うような感じで練習するのかなと。これウェイトトレーニングも一緒で、同じ150キロ扱ってたとしてもその全身を使う150キロと胸だけでやる150キロではやっぱり意味も違うし、ね、内容も違うから、今はその同じようなことを、ウェイトトレーニングっていう意味では同じなんですけど、ちょっと違うチャレンジングなんですよね。こう違う体作り、はい、それはこう割と同じことを繰り返してもつまんないじゃないですか。つまらないですよ。だからその僕はその今例えば基本の、僕はもう本当に基本もうまくないけど、やっぱり上手い人を見てるから、それに少しでも近づくためにはどうしたらいいのかなっていうのを考えてやるのが面白いんですよね。で練習もああやってやりましたけど、そのなんだろう、決して僕が今 100% ねそのすごい技を再現できてるわけでもないんですけど、でも分かってるところまでは、ね、皆さんにこうお伝えして、そういう練習もあんのかなと。でちょっと取り組んでね、なんとなくね僕よりも上手くなる人が出たら一番いいわけじゃないですか。で分かってるところまではお伝えして、あと自分でちょっとね工夫してみてくださいみたいな。だからそういうことも多いんですよね。その自分ができなくてもそのこうなんかヒントになるようなことはお伝えしたいなっていう。でその一環で自分でトレーニングするっていうのも、そのトレーニングやることによってもっとこう違う段階が見えてくるかなみたいな。先生は本当に忙しい人ですよね。ビジネスもあるし、家族も、家族の責任も持ってるし、でも自分の稽古の時間が見つけますね。そうですね。これもそのその時々でやっぱりこう大きく変わって、やっぱり現役のね選手の時が一番練習はしてましたよね、空手のね。で今はやっぱりそのビジネスだったり、ね、あと家族がいたりで、こういうものとのバランスを取りながらですけど、やっぱりそのなんていうか、僕はこう法人で会社をやってるから、僕がもう何でもかんでもやるわけじゃなくて、そういうこうねチームとかメンバーがいるので、その方向性を決めるのが今僕のその役割なので、なんていうかこう忙しいといえば忙しいかもしれないですけど、物理的な時間は割と確保しやすいんですよね。自分で調整ができるから。よく昔で一緒に練習した友達から言うと、私は仕事あるのでちょっと稽古できない、私はビジネスあるので稽古の時間がありませんとことを聞いて、これは価値観の問題かなと思います。だからその例えばなんだろう、じゃあ20歳の頃にね、さっき言ったようにその20年後の目標を立てて40歳になった時にね、毎日2時間空手の練習ができるようにね、自分を作る、自分のその仕事のね環境を作るっていうふうに計画していけば、20年後はやっぱできるわけじゃないですか。やるかやらないかは別にしてね、1日2時間ぐらいのねその余裕の時間をこう作れるとね。で割とその仕事について考えるときに、その時間の切り売りっていうのが大体普通の人の働き方じゃないですか。で自分が拘束されて、その、拘束された中で仕事をこなす。でこれもその一つの生き方だけど、その自分のビジネスを持って、ビジネスを実際に現場でこなしてくれるのは、メンバーがね、チームメンバーがいれば、自分はその時間フリーなわけじゃないですか。なんか問題があったらケアしなきゃいけないし、なんかね方向性が間違っちゃったらそういう修正しなきゃいけないけど、となると20年間かけて環境を作れば
ね、いきなりね、いやなんか空手やりたいけどできないっていうのはやっぱりそれまでの準備が不足してるっていうか、だけど一番僕はもう本当にそういう意味では運がいいんですよ。どういう意味ですか？そうなぜかっていうと、やっぱりその僕の前の世代でもなく後の世代でもなく、ちょうど僕にとってはその一番全てがこううまくいく、もちろんそのね全てがうまくいくっていうのは少し語弊があってね、自分がこういう形にしたいっていう目標があって、途中はねもう散々ね、あんまりこうハッピーじゃなくても最後こうハッピーになればいいわけじゃないですか、ね、このタイトルをどうしても取りたい、ね、負け続け、ね、だけどこの時に取れればそれはハッピーだから、ね、ここがいくらきつくても、それはその空手でもそうだしビジネスでもね、いやなんか全然ね契約がねしてくれないって、それもあんまりないんですけど、なんか割とこうコロナの前までは、そのねなんかこうビジネスがこう落ちることってあんのかなっていうぐらいな感じで、初めてそのコロナでなんか自分がどうしようもないようなことってあるんだなみたいな、経験をして、それさえもなんかなんかねもう会社がなくなっちゃうようなことじゃなかったから、ね、少し利益は減っちゃったけど、こういうことがあるんだっていう経験ができたから、すごいなんかトータルで考えると僕はもう本当にね、ラッキーだなってこう思うんですよね。でそういう象徴的なことは僕はそのフィットネスクラブに空手道教室をこう商品として展開してるんですけど、僕が働いていたフィットネスクラブっていうのが日本で一番大きいフィットネスクラブだったんですよ、いろんなところにこう支店があって、でそこでこう真面目に働いて、その社員としても、社員というか契約ね、社員だったんですけど、そこでしっかりね働いて、で初めてそのアジアエリアのそのいろんなスポーツのねイベントで空手が日本の広島であった時に金メダルを取れたんで、すごく国内でもね注目されて、なんだうちのねその当時働いてたところの社長さんがなんだうちのメンバーでね金メダルを取ったのいるのか、国分かって、じゃあちょっとこう呼んでね話しようみたいな感じで、そのフィットネスクラブの親会社の会長もなんか一緒に呼んでくれて、じゃあちょっと応援するからね空手道教室やったらいいじゃないかという、もう本当にそんなねラッキー以外の何者でもないじゃないですかね。それが5年ずれてたらそんなねそこに参加することもないね、前後ねジャストのタイミングでそんなことがあって応援してもらいながら後に独立できたので、本当にその選手としてもそのビジネスとしてもなんかこうね、もちろんその大変な時期っていうのはもちろんあるんですけど、大変っていうかねなんかどうなるのかなみたいなねもちろんあるんですけど、形になった人生なんですよね。運がいいですね。運がいいんですよよかったです、だからそういう意味ではなんかねこう流れが来た時にパッとこう運をつかめるように準備しておくのが大切だと思うんですよね。だからその試合に向けて準備しなかったら当然勝てないし、ね、ビジネスでもね契約前にちゃんとねもろもろ整えてなかったら契約できないわけで、だから若い選手とかに言いたいのはやっぱりその準備をしっかりすれば形になるよねっていうことなんですよね。じゃあ長く空手や、他の稽古を続けるためにどういうふうな自分の体のケアをすれば方がいいですか？そうですね、なんか空手の愛好家は練習はすごくするんですけどボディケアはあんまりしないじゃないですか。僕多い時は週に2回マッサージに行くんですよ。でそれでようやくなんていうか、若い頃ってほらそんなにケアしなくても、とりあえずねちょっと終わった後にストレッチやったりとかぐらいで割と怪我もしないし、
まあなんとなくこう回復してたけど、年を取ってくるとやっぱりね、そのこういっぱい使ったところがこうまだねこう疲労してて、筋肉がこう短縮してるようなところもあるから、そういうのはやっぱりこうねボディケアで、実際にほぐしたりとかしないと、やっぱりこうまた練習した時に動きが悪かったりとかうまくできなかったりっていうことも感じるから、はい、そのボディケアはボディケアのマッサージ、で程度がもっとねひどくこうなんていうかこう機能が落ちてる時は針をね打ちに行ったりとか、まあ僕自身もその針灸のライセンス持ってるんで、そういう知識があるっていうのもあるので、程度によってこう使うものをこう変えていったりとか、あとは最近は入浴も心がけてね、そんなにこう、シャワーで済ましてもいいようなところを、入浴するとかジャグジーに入るとか、そういうことでこうやっぱりケアすることで怪我を防いでるっていうのはありますね。これも大切ですね。でもそうですね、あんまり誰も考えていませんですね。だからハードにトレーニング、しかもこう回数をやる人はやっぱり関節に負担がかかるじゃないですか。関節はやっぱりその負担かかると回復しづらいですからね、年取ると余計に。だからもうピンポイントで針するようなこともありますし、で針をして楽になったからはいもっとってやるともっと怪我がひどくなったりするんで、ある意味もうその若い頃みたいに無理をしないっていうのも心がけてますね。若い頃だったらちょっとぐらい痛くてもね、それに負けないで練習するっていうのが大切な部分もあるけど、でもやっぱりそれも度過ぎちゃうと、程度を超えちゃうともうやっぱり深刻な怪我になっちゃうから、今なんかはちょっと違和感があったりとか張り感が強かったらもうはい休むっていうのもありますよね。休んでできることをやるとかね。これまでの話は多分主に空手をしている人にとって向けていましたが、今はちょっとまだまだ空手や他の武道などな武道かスポーツをしていない人にとって、例えば今日この話を聞いている人にどうして空手を選んで方がいいという質問をしたいと思います。そうですね、その空手道、空手と僕は結構空手と空手道って違うと思ってて、どういうふうに違いますか？空手っていうのは例えばスポーツの要素だったりとか、空手競技、道っていうのはその哲学もプラスしたものだと思うので、これ僕もまだまだ研究中なんですけど、やっぱり空手実技っていうところに焦点を当てると、別にその危ない技とか護身術で相手のこう目をつくとか金敵を狙うとか、そういう術っていうものと道っていうのはその技をコントロールするマインドまで入れて道だから、だからよくいや空手がとかっていう人がいるんですけど、空手なのか空手道なのかで、それをその技とかその術をコントロールするマインドまで含んでるのかそうじゃないのかっていうのがこう大きく違うと思ってるんですよね。で自分としてはその空手道としてのものをこう追求していって、より技術的にも高くマインドとしても高いものをこう目指せたらいいなっていう思いはあるんですよね。例えば、私は子供の頃に、空手の審査で、審査起きなかった時に、ベルトをもらわなくて、2倍ぐらいもっと稽古しなければならないと分かった時に、後で例えば大学入るために、まだまだできないので、もう2倍ぐらいもっと勉強したら、こういう
考え方をもらいました。そうですね。だからそういう意味ではいわゆる空手道って、なんて言うんでしょう、ルールに即してやるもんじゃなくて、マナーまで含んでるというか、あるべき姿っていうかね、強くて優しいみたいな、強いだけだったらもう空手実みたいなね、ただ強い人ですよねっていうそれはそれですごく魅力的なんですけど、強くて乱暴な人だと困るじゃないですか、周りの人もね。強くて優しくてね、すごく社会性もある、こういうものが今の時代は特にやっぱり重要だと思うし、空手道を実践する人たちがそういうものを目指した方が、もっと荒々しい時代だったらね、やっぱ乱暴者の方がね生きやすいのかもしれないですけど、今はもうやっぱり社会がね、そういう荒々しさを求める時代じゃないから、やっぱりもちろんね、ルールは守る、ルールよりもフォーカスされたマナーをね体現できるような人の方が、もうありようとしてはいいのかなって思うんですよね。だから空手道教室と空手教室はね、スポーツだけ教える、スポーツもね、そういうルールを超えるマナーまでフォーカスするような取り組みをしているところは、ね、すごく立派だと思うんですけど、どっちかっていうと空手と空手道みたいな明確にね、サッカーでもうみんなマナーを守るとかってそんなあんまりないじゃないですか。求められるものとして、フットボールはフットボールだし競技だし、それが表されればいいんじゃないですか、だけどマナーを体現する選手の方が尊敬されますよねみたいなところもあるから、だから空手道道場なのか空手道場なのかっていうのも似て非なるもんみたいなねところあると思うんですけどね。例えばリスナーの皆さんにもっと詳しく教えるために、空手道をしたい人たちに、例えば何について例えば3つのものを何について考えなければなりません。自分がこの立派な空手道をしたいときに、そうは言っても僕もね、もともとただ強くなりたいと思って始めたから、最初からねそんなもう人として道徳的に求めてたっていうわけでもないから、まずやってみてね、で競技を通じて空手道を体現できるように、まず一旦そのレベルを高めていけば、その中に興味深いこととかっていうのが見つかってくると思うんで、それをより高めていく中で、感じてくるところだと思うんですよね。例えばね、ポイントは取ったけどその後バーンって殴られたらなんだこの人みたいに思うじゃないですか、ね。でもそこで自分の気持ちをコントロールしたりとか、じゃあそれを今度ね次の試合にどう生かしていくのかとかっていうのは、ある意味いいきっかけというか、なんていうか修行っていうかね、そういう経験があって自分がじゃあね、逆に相手に攻撃させたと殴る、私の体はこれだって思うのかね、そういうことがされないね、自分はポイントを取るけど相手にも殴られないようにするのかっていうのは技術レベルが上がってきたり、考え方が整理されてくると変わってくるのかなっていうのは思うんですよね。どういうふうにこの強いでも優しいの、先生のバランスを守りますか？僕は自分としては、殴ったりするのは嫌なんですよ。自分もされたくないし、自分が自分の先生に殴られたこともない。でもし自分の先生が僕のことを殴ったとしたら、
その先生の下でやってないかもしれない、そういうのが嫌だから空手を始めてるわけで、だけどそこに例えば自分が本当に殴られるようなことをしたとしたら、もちろん受け入れると思うし、だけど自分がその指導者としてその生徒を殴るとかっていうのはしたくない、でもなんていうか、例えばもしその2人生徒がいて1人がすごい弱い生徒をいじめてたとしたら、その内容によっては、強い警告をすると思う。もしくはもう教えないか、それはやっぱり生徒が何歳なのかっていうのにもよると思うんですよね。で小さい子供はやっぱり動物だからわからないわけじゃないですか。やっぱりその大人の怖さっていうものを恐れて言うことを聞く。やっぱりなんか説明に納得して言うことを聞くっていうんじゃなくて、単純にお父さんとかお母さんが怒ってるから言うことを聞くとか、先生が怒ってるから言うことを聞く。それが理解できるレベルなのかできないのか、悪いことだと思ってやってんのか、たまたまなんかふざけてこんな蹴ったら相手に当たっちゃって、相手の子が泣いちゃったとかっていうことなのか、だからそこら辺はその指導者が見極める力があるのかどうかが問われると思うんですよね。わかりました、先生は試合で、出た時に勝負一本で、参加しました、今、伝統的な組織で勝負一本もあるし、スポーツ的な、WKF などで、勝負3本があります、先生の意見では、空手の、一番いい空手の未来では、どういう試合はありますか？だからなんていうか、自分がどう生きたいのかによって、じゃあ WKF なのか、いわゆる伝統的な空手とかそういう組織なのか、はたまたもう今時だったらMMA とか総合格闘技とかっていう別のジャンルもあるから、自分が求めるものは何なのかっていうのから選んだらいいのかなっていうふうに思いますよね。例えば今先生選んだら、今20歳にいれば、どこの道に行きたいと思いますか？いやもう本当にやっぱり人生ってやり直せないからもう全く分かんないですね。そうですね。でもどれを選んでも結局なんかそれの素晴らしいとこもあるし足りないとこもあるから、良し悪しっていうか、そういう意味では空手道って結局例えば一本勝負にしても、WKF にしても、審判が決めるじゃないですか。審判が見て明らかにポイントになった、明らかにこっちの型の方がいいって、組手でも型でも審判が決めるから、それって実社会でもそうじゃないですか。この人が例えば会社に入って頑張ってる、自分ではすごい頑張って空手で言ったら今ポイント取ったよって思っても、上の人がいや、それは頑張ってるっちゃ頑張ってるけど頑張りが足りないよって言われたら評価されない。でそれって結構実社会と、空手競技って近しいっていうか、考え方として誰がどう見ても今のはポイントになりますよねというように、やるっていう経験は多分一本勝負でも WKF でも同じだと思うんですよね。そうですよね。でも取っても取らなくても同じだったらしょうがないよねっていう、A 取ってもいいし B 取ってもいいたまたまちょっと蹴りだったからもう蹴り取られちゃったなとか、
だったら蹴り取られないようにして取ったらいいんじゃないですかっていうふうに、選手としては考えるしかないから、出る以上はね、だってその傾向はあるわけじゃないですかね、ほとんど同じ時にね技決まったらどっちかって言ったら蹴り技取るか WKF とかね、なんかね刻みと逆突きだったらね逆突き取るなみたいな一本勝負とかで、そういうのはもうあるから、それはもう実社会も一緒で人が決めることなんで、もう自分にできることもね、そのこう一生懸命ね、その明らかにポイントを取る競技であればね、それを評価するのは審判、ね、実社会で言ったらその会社のボスとかなわけで、多分10年後、多分 AI 決まるかもしれませんですね。そうだけどそれもその結局 AI が見て決めるとか、一見そのすごく公平そうに見えるけどね、コンピューターではいくらでも操作できちゃうから、ね、だからその、なんていうか、その誰がどう見てもっていうね、誰がどう見てもね1億円の商売をねこう持ってきたっつったら、それはね評価されますよねと、一般的に見ればね。じゃあどうすれば方がいいですか？例えばテイクワンドーの、センサーをつけたら、もっと、この審判の影響は少なくなりますか？なるほど、そのこう競技としてっていう、例えば競技はもうなんていうか、その競技ってそういうものだから、誤審もあるし、ね、わざと、ね、反対に上げる時もあるわけじゃないですか。それはもうみんな分かってるから、ね、いくら頑張ってもね上役が評価しない、じゃあやめて別の会社に行ったらいいんじゃないですかとか、ね、WKF がね嫌だったら、ね、一本勝負に行けばいいかもしれないし、一本勝負が嫌だったら WKF に行けばいいかもしれないし、でそれはもうそのチョイス、でここでやるならもうそこでね最高に結果を出すためには何したらいいかっていうのを考えたらいいんじゃないかなっていう、両方出てね両方勝てばそれ一番いいわけで、と思うんですよね。あくまでもその競技ってこう、そういう意味ではスポーツだから、ね、一本勝負だってスポーツだし WKF だってスポーツだから、ね、その重きを置いてるところは違うだけで、今の18歳の人たちに、何か、相談してください。そうですね、もうやっぱり、大きい夢を持ったらいいと思うんですよね。大きい夢を持って、そのね中にこういろんな小さい夢があると思うんで、ね、その大きい夢を持ってそれをこう形にするために今頑張ったらいいと思うんですよね。じゃあこの分で終わりましょうか。今日ありがとうございます。